皆さんこんにちは。スティーブテキ店のスティーブです。本日面白い車をご紹介したいと思いますよ。こちらにある1966年のダッジチャージャー、最もレア、めったにも探せない、もう初代のチャージャーなんですよ。チャージャーはダッジの車なんですね。ダッジで1966年に最初にできた車ですね。で、チャージャーはもう今現代まで現行車もあるんですよね、チャージャーって。でもこの時代のチャージャー、特に1968年、69年、70年、もうワイルドスピードの感じのチャージャーが最も有名なんですけど、初代の1966年のチャージャーが明日から日本に行きますよ。船に乗って日本に行きます。あるお客さんじゃないですけど、お知り合いの方に頼まれてこれ探してきたチャージャーなんですよ。なかなかも探しにくい車なんですが、面白い車なので皆さんにご紹介したいと思います。もうこの車のすごい面白いところはやっぱりこのボディなんですよね。このボディはもうあれなんですよ、ファストバックのボディなんですね。というのはこの屋根の部分を見るともう完全になんていうんですかね、当時のエロデザインっていうかファストバックのボディなんですよね。で、この車、この車両自体が全くオリジナルなものなんですよね。ペインテは多分したことないと思うし、中の内装も全くオリジナルのバケットシーツですね。バケットシートにこのコンソールを見てください。すごいですよ。前からこのオートマのシフターから前からずーっと後ろまであるんですね。それが面白いんだけど、それだけじゃないんですね。これ見てください。シートは後ろもコンソールのあるバケットシーツなんですけど、ほらこれを見て、これを引っ張るとここに来ますね。カーペットがついてるというのは、もしかしたらほら後ろのシートが完全にフォールドダウンのシートになるので、荷物とかゴルフクラブとかいろんなものはこの後ろにも乗せることも可能です。完全なクーペの2シーターの形なんですよね。いや、当時のデザインが面白いよね。かっこいいですよね。もうこういうところもいいしね。ほら、細かいところにチャージャーがある。このハンドルが偽物の木なのかわかんないんだけど、この当時の車のハンドルなんて割れてるところがほとんどが割れてますよね。このハンドルが違いますね。見て綺麗ですよ。程度いいんですよ。あとこの昔の車ってボネットって外からもうそのまま開けるやつが多いんだけど、この車はね、ボネットはここを引っ張るとほら開きましたね。開きました。当時も AM ラジオしかなかったしね。いやー、面白い AM ラジオ。こんなでかい、見てこのボックスがでっかい。でもオリジナルですね。クライスラーのラベルがまだついてると。これは車は388のごめんなさい、383のエンジンが積んでますね。オートマパワーステーパワーブレーキの383のエンジンですね。じゃあエンジンルームはまずご案内するんだけど、すごいのはですね、これが残っていること。これはビエクル30カードと言いますね。これ個人情報もう昔の方の個人情報も書いてあるから隠すんだけど、これはディーラーに車を持ってた時にメンテナンスの時に、そのメンテナンスの担当、サービス担当、ディーラーの方で車を持ってて、これをここから出して、昔のクレジットカードみたいに昔のやつにこれデータが全部入ってると。オーナーさんの情報、車の車体番号、それと車の多分これ番号とオプションと作られた製造、年月日とかで書いてあるんですよね。これがね、なかなかね、昔の車にはもうないことがほとんどなので、貴重にこれ取っとかないとね、捨ててはダメだよ。ダメ。
取っとくこと。ここにはい入れときます。エンジンルームは結構オリジナルであれなんですけど、一つ案内しますね。昔のモーパー、ダッチ、プリミス、クライスラー、みんなそうなんだけど、車のオプションがここのフェンダーのこの部分にこのプレートがあるんですね。これを全部数字がいろいろ書いてあるんだけど、この番号を分析するとどのオプションが何色で作られたのか、外の色、中の内装の色、全部のデータがここに表記されているのを覚えておいてねって。でもやっぱりね、66年のチャージャー、67年のチャージャーの良さはここにありますよ。はい。ヘッドランプはどこにあるのでしょうか。ないですよね。これはハイドアウェイヘッドライト、開くタイプ。でもね、普通に開くじゃなくて、なんかめっちゃかっこいい感じに開かれるんで、ちょっと見てね。はい、行きます。これは当時のチャージャーのヘッドライトがかっこいいですよね。いやー、グリルもいいし、でもヘッドライトの開き方と閉じ方がちょっとの複雑なデザインなんで壊れやすい。ほとんどのやつがもう壊れて、これをもう開きっぱなしにしている人が多いんだけど、めっちゃいいですね。してみましょうか。なかなかいいよ。あとはね、この車のかっこいいところはここです。やっぱり当時のチャージャーといえばこのテールランプですね。この細くて長いチャージャーのテールがもうこの車と67年式にしかないテールなんですよ。66年のものなのに、今ね、ブガティのシロンのテールにちょっと似てるところがありませんか？なんかあるよね、似てるところ。当時のデザインがそのぐらい、もう50年60年早かったということなのかな。いや、かっこいい。もうこういう車もないからこそ大事に取っておいてほしい。こういうのね、前はね、アメリカまで日本から R32 とか、もう日本の貴重なスポーツカーを日本から引っ張ってアメリカに持ってきたり、海外に流れることに対してすごい不満、もう嫌だっていう人も結構ね、視聴者の中にいっぱいいると思うんですが、逆にね考えると、アメリカ人もこういう車、もうアメリカからいなくなると、アメリカから海外に行っちゃうと、こういうのはね、また探せるのかな、もうないんじゃないのかな、もう戻ってこないんじゃないのかなっていう心配が同じくありますね、アメリカ人にも。でも私にはないです。なぜかというと、こういう車をわざわざ探し出す人っていうのは、日本人だろうがアメリカ人だろうが、もうヨーロッパの方だろうが南米でも関係なく、この車好きだから、デザインがかっこいいから、綺麗に直したい、レストアをしたい、大事に長年を取っておきたいということが重要なことなんですよね。で、いずれこういう車、アメリカに日本から来たワルさんにいずれ日本に戻るかもしれない。この車もいつか日本からアメリカに戻ってくる可能性もある。そういうこともあるかもしれないよね。それはね、今グローバル化っていうか、この世の中が本当にこの広い世の中がすごい小さくなってきたおかげで、そういうこともあると思うんだけど、とりあえずこの車チャージャーが日本で明日から日本に向かいます。日本で大事に取っておいて、いただきたいのと、スティーブは日本に帰るときに必ずもう約束だよ、約束、ほら約束で市場インプレッションをさせてくださいね。日本で大国までこれで行きたいな、かっこいいな。それでみんなでこう楽しくドライブしよう。とりあえずじゃあエンジンかけようね。いいな、当時の車かっこいいよね。これね、動画だからね伝わらないかもしれない。匂い、このエンジンの匂い、この50年前の匂い、その音、この匂い、このガタガタしているこのエンジン音が
全てがいいよね。雰囲気がある。まあこういう車も作られることはないと思うんだけど、こういう車を見て今の車にこの当時のこういうデザインを入れて、ブガティも見てたのかな、チャージャーを当時の。どうでしょう。このチャージャーに今日でさようなら、また日本でお会いしましょうということで、皆さん当時の初代のチャージャーはいかがですか。また日本でこの車見かけたらサムズアップしてあげてね。ところでみんなチャンネル登録してますか。よろしくお願いします。ではまた日本で次はまたお会いしましょう。よろしく。チャージャーね、サムズアップ。